おはようございます。こんにちは。こんばんは。リアの日本語ポッドキャストへようこそ。東京生まれ東京育ちの私が標準語でお届けします。前回ラーメンのレビューで一蘭に食べに行ったんですが、今回は回転寿司レビューです。ご存知の方は多いと思いますけど、回転寿司を念のため説明すると、寿司は寿司でも安く気軽に食べられる種類の寿司で、例えばカウンターに座ってると小皿に乗った寿司がベルトコンベヤーで目の前に回ってくるやつです。外国の方に人気の回転寿司店といえば、よく YouTube などで見るのがスシローですね。ただ私が割と信頼しているグルメサイト食べログっていうものでスシローの評価がかなり低かったので、試しに食べに行くのも嫌だなと思っていて、とりあえず一旦外国の方に人気の回転寿司ってどこなのかトリップアドバイザーで調べてみようって思いました。トリップアドバイザーは世界的に有名な旅行の口コミサイトですけど、検索してみるとラーメンは一番人気がやっぱり前回レビューした一蘭のようだったんですけど、回転寿司は意外と予想と違ってて、スシローは上位にランクインしてませんでした。なんでですかね。トリップアドバイザーの検索の仕方によっても違うのかなと思いますけど、もしかしたら回転寿司って英語で呼び方がいろいろあるから検索結果が細分化されてるのかもしれないですね。例えば検索方法がコンベヤーベルト寿司とか、そのまま回転寿司とか、寿司トレインとか、ローテーティング寿司とか、いろいろあるじゃないですか。合ってます？あと寿司って検索すると高級な寿司も検索結果に出てくるから、高い寿司も安い寿司もごっちゃに混ざってて、とにかくいろいろ出てきちゃうので、外国の観光客の皆さんはもしかするとラーメンのように一蘭一択じゃなくて、いろいろなお店に散らばっていってらっしゃるのかもしれないですね。で、今回お話しするのはタイトルにある根室花丸です。これはチェーン店にはなるんですけれども、私は銀座店の立ち食いの方によく行きます。立ち食いの方は回転寿司じゃありません。同じ銀座のビルの上の階に回転寿司の根室花丸もあって、どっちもすごく混んでるみたいです。立ち食いの方もコロナ収束直後はほぼ日本人だけで、それでも混んでましたけど、今はお客さんの半分以上が外国の方って感じでしたね。11席だけのカウンターで注文を紙に書くんですけど、1貫ずつ食べられて、寿司ネタも大きくて、普通の回転寿司よりもちょっと高いけど美味しいです。ランチで軽く食べて3000円とか知らないうちに行っちゃう感じですけど、円安の今、外国の方には高いとは思われない金額だと思います。あと昔は2階建てっていうメニューが割とたくさんあって、普通は寿司ネタが寿司1貫につき1枚ですけど、2階建ては寿司1貫につき2枚寿司ネタが積み重なったもので、割とお得な値段で食べられました。だけど最近は種類が限定されているみたいであまり見ない状況です。さて、根室花丸の回転寿司の方のレビューですが、これもなかなか美味しいです。回転寿司の方が2貫ずつ出てきて、ネタも立ち食いの方より少し小さいそうです。立ち食いの方で働いていらっしゃる寿司職人さんがおっしゃってました。2階建てっていうメニューも同じように限定で提供している場合もあるようです。回転寿司って言って根室花丸レベルなら文句ないんじゃないでしょうかね。私のおすすめは筋子で、筋子を頼むとシャリの上にドーンと筋子がたくさん盛られてきます。ビジュアルもすごくいいし美味しいです。ただですよ、問題があります。根室花丸は基本的にめっちゃ混むんですよ。私は東京駅の切手丸の内店に行きましたけど、1時間半以上待ったんじゃないでしょうか。一応ウェイティングリストっていうかウェイティング用の機械があって、整理券を発行したらその場で待たないで
切手の中でブラブラふらついていればいいんですけど、正直切手の中で1時間半もいたら飽きましたね。旅行で来て限られた時間で根室花丸のために1時間半とか2時間とか待つのはちょっと微妙かなと思います。やっぱり多少金額が高くても予約できるお店に行った方が、特に旅行の場合いいかなと思いますね。数週間旅行してますっていうんだったらいいと思いますけれども。はい。ではでは、リアの日本語ポッドキャスト、今回はこの辺で。最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。バイバイ。